ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。さて今日はですね、ちょっとセンシティブな内容、第2子についてのお話をしてみたいと思います。はい。私は今息子が一人おりまして、彼が4歳半の時に ASD と ADHD、知的のないタイプと診断を受けました。で、知的の遅れがないタイプで、お外では割と頑張れてしまうタイプなので、なかなかその発達障害であることを私たちも気づかなかったですし、周りにもそういうふうに思われていなくって、なかなか受診に至らなかったんですけれども、家での困りごとは本当に強く出ていて、かなりしんどい期間もありました。で、その中でね、第二子とか兄弟を持つことについて悩まれる方多いんじゃないかなと思うんですよ。発達障害のお兄さんお姉さんがいて、じゃあ下の子どうしようかなとか思うんですけれども、私が最近すごく思っていることについて今日はお話をしてみたいと思います。はい。息子がですね、何から話したらいいんだろう。息子が生まれてから生まれた直後、私はすぐ二人目産みたいなって思ったぐらい、すごく産んだ直後、幸せな気持ちに包まれていました。お産も、ちょっとだけ大変でしたし、入院中も全然眠れないんですけど、なんかね、直感的に、もうすぐ二人目産みたいなって思って夫に話したことがあって、で夫は立ち会いしてくれたのでちょっとびっくりしていて、あんな大変だったのにみたいな、そんな感じでした。で、息子が1歳になるまではもうちょっと育児とかいろいろなことでバタバタしていて、第2子を考える余裕もなかったんですけれども、1歳になってからはもうずっと癇癪と夜泣きで悩まされてきたので、少しずつもう子供は持てないな、私は育児に向いてない、母親のセンスがない、こんな思いをもう一度できない、無理だなっていう思いにどんどん変わっていきました。それは夫も一緒で、どんどん生活がちょっと苦しくなっていくので、もう第二子なんてとてもじゃないけど考えられないし、また夜泣きや癇癪がひどい子だったらどうしようっていうことで、お互い一言も二人目について口に出したことはありませんでした。4年半。全くなかったですね。で、夫婦仲は良好だったんですけど、子作りっていうことに関しては避けてきたっていう、否認をしてきたっていう感じだったんですね。で、その考えが少しずつ変わっていったのは、やっぱり医療とつながってからっていうのがすごく大きな変化が生まれていて、お医者さんと出会ったことによって正しい親の対応法だったりとか、発達特性の強い子と接するにあたって留意しなきゃいけないことだったりとかっていうのをきちんとレクチャーしていただいて、で、劇的に生活が変わっていったんですよね。4歳半で受診をしてすぐ結果が出たこともあるし、少しずつ出たこともあるし、お薬を飲んだことによって改善したこともあるしっていうことで、初めて4歳半以降ですね、なんか夜ってこんなに静かなんだなとか、子供ってこんなに可愛いんだなとか、急にキレられることのない世界観っていうのがとっても幸せで、車の中でしりとりをしたりとか、もう涙が出るほど幸せに感じたんですね。で、まだとはいえまだ夜ギャーって起きてくることも結構あったりはしたので、とはいえ4歳半から5歳ぐらいまでの間は、第二子なんていうのはまだ全然考えられなくて、でも生活が穏やかになったその時間をもう噛み締めていました。で、息子が5歳になってから、もう年長さんになってから、もう本当に
可愛いな、子供ってすっごい可愛いなって、育児って楽しいなとか嬉しいなとか思う瞬間は本当にこうポン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 増えてきていて、よいしょよいしょ感触でチンってなったりとかわーってなることもありつつも、それでもすごく楽になってきてたんですよね。でそのうちに私ももう当時35歳6歳だったので、年齢的にももし考えるならもうそろそろラストチャンスかもしれないなと思い始めてきたんです。でそのあたりからちょこちょこと夫に、最近その子供もね、私たちも対応に慣れてきて、子供ももう目に見えて生活しやすくなって困りごとも減ってきたよねと。なのでちょっと自分の年齢もあるし、次をちょっと考えたいんだけどみたいな、話をしていったっていう感じです。で一旦ちょっとここから観点を変えてお話をしたいんですけど、もう子供なんて持てないよねって思っていた診断前の話に戻ります。でここは先ほど言ったみたいに、もう自分は育児スキルも何もないし、そんなこと考えられないっていうのもあったんですけれども、やっぱりその下の子がもしできた時に、この家庭環境で健やかに育つことは難しいんじゃないかなとも思っていました。夜ギャーって起きてくるだけではなくって、いつ爆発するかわからない地雷みたいなものを抱えているような状態だったので、私たちも対応間違っていたので、日々こうお通夜状態、わーってなってチーンって私たちもなって、なんかビクビクしながら子供と接してっていうのは、どっからどう見ても精神衛生上みんな良くなかったし、ここで新しい家族を迎え入れるっていうことはとても悪いこと、その子にとってと思っていたので、ここが改善されない限りはありえないなと思っていました。で一つその、兄弟児っていう言葉があって、私もそんなに詳しくはわからないんですけれども、兄弟に障害を持っている方がいると、兄弟児と言われるのかな。そういう、言葉がありますよね。で、どうしてもその兄弟は、定型発達をしている兄弟は、迷惑を被ったりとか、将来面倒を見なきゃいけないんじゃないかとか、そういうことで負担が大きいので、兄弟児に関して批判的な意見があるっていうことも私のイメージにはあったんですよ。でただ息子の場合まだ診断を受けていなかったので、兄弟児にさせるのはっていう観点はなかったんですけど、私兄弟児っていう言葉って別に診断名がついてもつかなくてもあるのかなと思っていたんですね。というのも、その私の自身の体験によるものなんですけども、いつやっぱり気分が変わるかわからないとか、非常に癖の強い人が同じ部屋にいる、同じ空間にいる、同じお家にいるってなってくると、他の兄弟とか他の家族っていうのは非常に気を使うわけですよね。で気を使う上にその小さい子って優しかったり空気読んだりとか、お父さんとお母さん助けたいという気持ちが強いので、じゃあその場を柔和にこう保つために私には何ができるかなっていうことで、自分を犠牲にしてこう周りを調和するみたいな役割を買って出てしまうことも多いと思うんです。でそうなってくるとどんどんその子は負担が増えていくし、誰かのために生きている状態になってしまうので、自分もなくなっていくし、そういう生き方を小さい時からずっとしているともうそれが根付いてしまって、大人になってからもなかなか抜けないというような、悪循環になるので、なんか必ずしも病院でね診断名がつきました、あなたは障害がありますと、この子はあります、じゃあこの子の兄弟は兄弟児ですねということではないと私は思うんですよね。やっぱりそのあまりにも周りにこう悪い意味で影響を与える人がお家の中に一人でもいて、でそれを親がコントロールできない場合に兄弟が被害を受けると、そうなってくるとその子たちも兄弟児だと私は考えています。なので、そういう経験も踏まえると、
今ここに弟か妹ができた場合に、これはものすごく気を使っちゃうタイプになるだろうし、ものすごい負担を与えてしまうなと思ったんですよね。そんな負担はかけられないので、今は作るべきじゃないなっていうところもすごく思っていました。で、じゃあどんな個性だったらいいのか悪いのかっていう話ではなくって、やっぱりそのポイントは親がちゃんとコントロールできるかっていうことだと私は思うんですよね。親だけが頑張るって意味ではなくって、親が他の手を借りながらその子をサポートして、兄弟に助けてって、なんかお兄ちゃんのことを助けてって言わなくっても、あなたはあなたの人生でやりたいことやってほしいし、お兄ちゃんとはたまたま兄弟だけど別にお兄ちゃんの面倒なんか見る必要ないし、お兄ちゃんはお兄ちゃん、あなたはあなたってちゃんと親が言えるくらいに責任を持てるかどうかっていうことだと思うんですよ。でなってくると、私たちは医療機関受診するまではもうそんなこと全然できなくて振り回されっぱなしだったので、そういった意味でも兄弟は作れないなって思ってましたね。ただお医者さんに出会ったことによって、そのコントロールの仕方だったりとかが分かってきたんですよ。で分かってきて結果も出てきた。なんならその息子に対してものすごい強い愛情ももっともっと出てきたし、なんていうのかな、この子の困りごとばっかり今までは注目してたけど、この子の良さっていうのをものすごく大事にしてほしいし、それを壊さずに導いていってあげられる親でありたいしっていう、なんか私の中で親スイッチみたいなのがなんかまた押された感じがあったんですよね。なんていうのかな、肝っ玉母ちゃんじゃないですけど、どんなことがあっても構えていられるし、困ったことあったらこことここに連絡をしてこうやって相談して進めていこうとか、なんか私と夫がもしどっちか倒れてしまってもこうやって運用していけば多分大丈夫だろうなとか、そういうふうに思えてくるようになったんですよね。多分これはお医者さんの助けがあったからっていうのが一番大きいんですけど、もう一つは自分の中で一つ仕事のステータスが変わったっていうところもあるかもしれないです。今まで育児と同時進行で私はずっと夢を追い続けていたところがあって、自営業として仕事も頑張ってきたんですけど、一つフェーズが変わったなっていう瞬間が去年ぐらいにありまして、その時にやっぱり心の中の気持ちの余裕が全然違って、あとは自分で積み上げてきたものの自信みたいなものもあったりして、多分そこも後押しになったのかなと思うんですけど、大丈夫だろうっていうふうにすごく思えるようになりました。はい。で、夫はですね、なかなかそう思えなくって、たびたび夫にね、第二子の話をしてたんですけど、ずっと曖昧な返事とか、ネガティブな返事が多かったです。だけどそこも責めるつもりは全くなくって、夫は夫で、なんていうのかな、辛いね、記憶もまだまだたくさんあると思うし、仕事面でもやっぱ夫は夫で、ある程度ここまではやって自信をつけたいとかあったと思うし、なんか私の年齢で焦る気持ちはなくはないんですけど、でもそこで責めたりっていうことは全くなかったですね。だけどこういう前向きに私はもう今なってきてるよっていうのは伝えたかったので、なんか毎日すごいライトにすっごいカジュアルに次の子供の話とかはちょこ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 ってするようにはしてました。で、風向きが変わったのがですね、最近2ヶ月くらい前からですかね、息子が急に赤ちゃん来てほしい本当にって言うようになったんですよね。私に小さい弟役をやらせて、自分がお兄ちゃんで会話をしたりとか、弟で私がちょっと困りごとを演じたりするんですけど、そこで私たちがやってる対応を息子がして、すごいねって、よくわかってるねってこうやって褒めるとまた嬉しくなってみたいな、そういうおままごとみたいなのもよくしてって言ってくるし、なんかもう本当に来てほしいみたいな、
なんか可愛いなっていうような言葉を言うようになって、なんかこう私も息子もなんていうのかな、準備ができてきてるのかなとは思ったんです。とはいえね、子供なので息子はその時パッて思ったことを言ってるだけで、本当は来てほしくなかったってこともあり得ると思うので、なんかこの子が欲しいって言ったからっていうのは参考程度にねしようかなとは思ってるんですけど、そんななんかちょっとポジティブな風っていうのが我が家に去年ぐらいからやってきたんです。去年の下半期ぐらいから。で、夫もですね、少しずつちょっと返事が変わっていきまして、で、息子のそういった発言もあったりとかして、今はすごく前向きに、夫も迎え入れたいみたいな、そういうマインドになってきてるっていう状態です。こんなに赤裸々に語ることじゃないかもしれないんですけど、そんな風にね、私たちの場合は第二子について心の、心境の変化がこの数年間ありました。なのでやっぱなんていうのかな、自分たちの、状態とか、自分がもともと私が思っていた兄弟児っていうのは別に定型発達の人でもあるんじゃないかなとか、そういうふうに思っていたところをぶらさずにいてよかったのかなって、なんか今はね思ったりしますね。はい。子供がね授かれない方もいらっしゃいますし、いろいろな方がいらっしゃいますし、その障害に関してもいろいろなタイプのハンディキャップがあるので、あくまでも我々の場合はっていうことで聞いていただきたいんですけれども、そういうふうにいろいろ紆余曲折ありながら、様々な人の手を借りながら、いろいろな心情がね変わっていったというようなお話です。とはいえ私も今年37歳ですし、どういう、結果になるかもわからないんですけども、なんていうのかな、焦らず今ある幸せとか喜びとかいうものにフォーカスをしていきたいなってすごく思います。はい。なんかとても赤裸々でセンシティブな話をしてしまいましたけれども、何かの参考になっていれば幸いです。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。